皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦争の長期化に伴ってロシアがソ連の遺産を食い潰したという報告が出ています。今回は様々なウクライナ情勢関連のニュースを解説していきます。ぜひとも日本の地上波ニュース報道においてはほとんど取り上げられなくなってしまった戦争の現実についてこのチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは本日最初に取り上げるニュース。7342から92へ衛星分析でロシアの装甲車庫はほぼ使い果たされていることが判明。かつて膨大だったロシアの戦車備蓄は枯渇しつつある。衛星画像から分析された新たなオシントデータ、公開情報の分析によると、ロシアの戦車貯蔵基地に良好な状態で残っているのはわずか92両だ。一方、ウクライナとの本格的な戦争が始まってからほぼ3年が経った今でも、数千両の戦車は錆び、部品が剥ぎ取られ、あるいは修理不能な状態で放置されている。オシント研究者のジョン・ピー氏は、衛星画像と在庫調査に基づいたロシアの装甲予備軍の最新分析を発表した。状況は厳しい。保管中の車両のほとんどは劣悪な状態か修理不可能な状態であり、まともなと言える戦車は数十両しか残っていない。最新のロシアの保管基地に保管されている車両の一覧では、戦車を状態と修理可能性によって分類しています。良好な状態の戦車はT72B 戦車が92両、劣悪な状態1606両、このうち約 60% は旧型の T64、T72 もしくは T80UD 型だ。さらに悪い破壊された状態、スクラップ同然な戦車は844台。事実上は修理不可能とされる。倉庫から前線への移動をより広範囲に集計すると、ロシアがすでに保管中の在庫をいかに使い果たしたかがわかる。分析によると、ロシアは戦前に保管していた推定7342両の戦車のうち4800両を回収。これらを戦場に投入した。最も多く再稼働されたモデルとしては T80BBV。復元数約1411台、T72B 戦車1191台、T62 戦車1012台などがある。現代型ははるかに少ない数で、T90 は112両、T80 が193両中111両、T72 が1142両中681両となっている。ロシアよりも前にはソ連がありました。ソ連はアメリカと並ぶ超大国と評価されており、多くの国々がソビエト連邦には所属していました。軍事力という面においても決してアメリカに見劣るものではありませんでした。ただしそれは計画経済をはじめとしたかなり一部に偏った状態で無理やり作られた軍事力であり、決して持続的な発展が望めるようなものではありませんでした。だからこそ資源はたくさんあるのに、ソビエト連邦は経済的に困窮し、最終的には破綻を迎えることとなっています。さて、かつて超大国と呼ばれるほどだったソ連の遺産は数多くロシアにも残されました。保管状態であった戦車や装甲車類、自走砲、榴弾砲、様々な軍事用品などについてはいつかアメリカを中心とした連合国との戦いにも備える形である程度残されることとなったわけです。ロシアはそのようなソ連の超大国との戦いに備えた軍事遺産といったものを活用することによってウクライナとの戦いを進めてきたわけです。ただしソ連の時代に想定していた相手というのがアメリカもしくはアメリカを中心とした連合国であるのに対して実際に現在ロシアが戦っている相手は国力10分の1のウクライナです。かつては同じソ連の構成国だったわけで想定していたアメリカに比べるとはるかに小さな国です。しかし、2022年当時においては、ロシアはほんの数日でウクライナを攻め落とし、これをロシアの勢力圏下に収めることができるだろうと考えていました。本格的な侵攻が始まったその日においては、もう数日でウクライナの首都キーウを占領し、兵士たちが自由にそこら辺を歩き回れるだろうという想定がなされていました。そのため攻め込んできたロシア兵の中には、首都キーウ周辺におけるレストランに電話予約をして席を取るなんていう話もありました。しかし現実においては、ロシア軍は首都攻略に失敗し、現在とあまり変わらないようなところで押しとどめられています。そして今回の報告にもあったように、戦いが継続的に行われる中において、前線ではロシア軍の装甲車両類などは破壊され続けてきています。
人海戦術は人間を元にした戦いを中心としていることを皆さんにお伝えしてきましたが、戦車や装甲車類なども大量に投入するといったことがこれまでは行われてきました。そのような数の暴力がロシア軍の戦い方そのものを支えていたわけです。ただしそれにも限界が来ているわけです。破壊され続けるロシア軍の戦車や装甲車類は生産もしくはソ連の遺産を整備することによって前線に送り込んできたものの合計を上回る状態となっています。すでに作られたソ連の遺産を回収し前線に送り込むことによって数を稼いできたロシア軍ですが、そのような戦法はもはや通用しなくなってきたわけです。だからこそ現在の前線においては、ロシア軍は戦車や装甲車ではなく、バイクや電動キックスケーター、さらには民間車両、土地狂った一部のロシア軍将校の中には、騎兵の活用を考えるような人物なども現れてしまったわけです。ここで重要なのは、戦争の長期化に伴って状況が変化するということです。ロシアは永遠に戦えるわけではありません。そのことを示しているのが今回の記事にあるような、事前に積み上げられていたソ連がアメリカを想定としていた軍事兵器などが、ウクライナを相手にすでに枯渇したような状態になっていることです。粘り強く戦うことの意味といったものがここには現れていると言えるでしょう。続いてはウクライナ軍によるロシアに対する反撃。先日クリミア半島フェオドシアにある石油ターミナルに対する攻撃をお伝えしました。ロシア軍占領下のクリミア半島で重要な施設を破壊することはロシア経済やロシア軍の動きを鈍らせることができます。先日発生した大火災が現在伝えられているところでもまだまだ燃え続けているようです。非常に遠くから撮影した写真においても黒煙が上り続けて街周辺を覆っていることがわかります。現在ウクライナはクリミア半島にある様々な軍事施設や石油や天然ガス関連施設に対する攻撃も行っています。ウクライナ軍の攻撃でここ最近増え始めているのがエネルギー関連施設に加えてインフラである発電やもしくは変電所などに対する攻撃も加わっていることです。これもまた2022年から徐々に変わってきた変化の一つであり、一方的にロシアから攻撃されていたものにウクライナもまたこれに応じてロシア側の施設を破壊するといった行動が見られるようになりました。変化を見逃してはいけません。従来、ロシア軍によるウクライナ領内のエネルギーの発電施設や変電施設、送電施設に対する攻撃が行われてきました。基本的にはウクライナが一方的に耐えて粘って戦い続けるといった構図だったわけですが、この姿勢に変化が生じています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがそのような攻撃を繰り返しているのであれば、当然のようにウクライナもまたロシアに対して同様のことをすることに対して文句を言うなというような話をしています。自分たちがやっていることをやり返されたらそれに対して非難するというのは間違っている。そもそも攻撃するなという話です。というわけで現在ウクライナはロシア経済の根本を支えている石油や天然ガスだけではなく発電所や変電所などに対する攻撃も攻撃対象リストに加えてきたわけです。そしてクリミア半島を中心としてまずは波状攻撃をかけているのは一旦防空体制といったものを破壊するもしくは防御力を低下することができた地域に次々と攻撃を繰り返し成果を拡大しているといったことがあります。防空体制が非常に整っている地域に対して散発的に攻撃をしたのではなかなか攻撃は成功しません。しかしクリミア半島に配備された S400 をはじめとした高性能な防空兵器などに対してはこれまでもドローン攻撃などによって破壊、さらにはレーダー施設などに対しても打撃を与えることができていることから防空能力は低下しています。この防空体制が低下している地域に対して攻撃を繰り返すことによって成果を集中的に積み上げているわけです。続いては、ウクライナの攻撃力にプラスポイントが加わってくるかもしれない話。ゼレンスキー氏17日に訪米、トマホーク供与具体化へ。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日にワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談すると表明した。アメリカが検討している巡航ミサイルトマホークの供与を具体化させる狙い。ロシアは供与に反対しており、実現すれば戦闘が激化する可能性がある。ゼレンスキー氏はトマホークの必要な数量や運用方法について電話会談でトランプ氏に伝達したと説明。NATO 経由のほかアメリカから直接購入する選択肢もあり得ると述べた。トマホークは長射程でウクライナ国内からロシアの首都モスクワや第2の都市サンクトペテルブルグに届く。アメリカからウクライナに対して巡航ミサイルトマホークが供与されるようになると、それはロシア・アメリカ間の
外交関係も傷つける行為だとプーチン大統領は述べています。またそれに加えてロシア側からはこんな話も出ています。産経新聞、悪い結果になる。ロシア、アメリカからウクライナへのトマホーク供与案に警告。核反撃も示唆。トマホークのウクライナ供与案について、ロシアのメドベージェフは、全ての当事者にとって、特にトランプ大統領にとって悪い結果になると SNS で主張した。トマホークが発射された場合、ロシアには搭載物が核弾頭か通常弾頭か識別できない。どう対応するか考えろとし、ロシアが核で反撃する可能性も示唆した。ロシア国内では夏以降、ウクライナのドローンによる攻撃で製油所などの被害が拡大、燃料不足が深刻化している。長射程のトマホークが供与された場合、ロシア国内ではさらなる被害拡大が見込まれる。メドベージェフ氏はアメリカに供与を見送るよう警告した形だ。メドベージェフ氏はトマホークのウクライナ供与について、ロシアの近くに原子力潜水艦を派遣するようなものだ。そうなればどうなるか知っているだろう。ウクライナの草原に潜水艦が浮上するのだとも投稿した。ちなみにメドベージェフ氏の発言を受けて親ロシア派のアカウントでは、そうだそうだ、アメリカは一体何を考えているんだ。お前たちのやるようなことが実現すれば、ロシアによるウクライナへの攻撃だけではなく、アメリカもしくは同盟国などに対しても害が及ぶかもしれないぞと発言をしているようなところもあります。ただしこの発言というのは基本的には強がっているだけで、実際には何の実行力も持ちません。そもそもこのメドベージェフ氏の発言そのものが嘘をもとにした発言です。なぜならば、アメリカからトマホークミサイルが供与されれば、ロシアは核弾頭かもしれないと考えるぞなんていう話をしているわけですが、この点がすでに根拠が間違っています。というのも、トマホークミサイルは確かに昔から作られていた関係で、かつては核弾頭を搭載することも可能でした。しかし、それはあくまでも過去の話であり、現在の話ではありません。すでにトマホークミサイル用の核弾頭については解体処分がされた後であり、アメリカにおいてはトマホークミサイルを核兵器に転用することができません。つまり、ありえない話をもとにして、アメリカの核兵器の脅威をことさら言い立てて、親ロシア派のネット世論といったものを動かそうとしているだけなわけです。現在のトマホークミサイルは、軍艦から発射するタイプと地上から発射するタイプの2通りに分かれています。ここ最近になってきて、地上発射型のトマホークミサイルというタイプが出てきて、供与するにしても、おそらくはこの地上発射型のタイプのタイフォンミサイルと呼ばれるものだと思われます。このタイプだと核兵器に転用することができないタイプということもあり、メドベージェフ氏の発言というのは全くの嘘でたらめということです。最後にウクライナによる遠距離攻撃の連続に伴ってエネルギー関連の話をしておきましょう。ロシアは2026年半ばまで製油所の操業を再開しない国際エネルギー機関より、ウクライナのドローン攻撃の影響により、ロシアの製油所における石油生成量は少なくとも2026年半ばまでは抑制されるだろう。ブルームバーグが報じているように、これは国際エネルギー機関の最新報告書に記載されている。ウクライナは8月初旬以来、ロシアの主要石油生成所に対して少なくとも28回の攻撃を仕掛け、クリミア半島を含む複数の地域でガソリン不足を引き起こし、ロシアは年末まで燃料輸出制限を課すこととなった。IAEA によると、ロシアの原油輸出収入が3ヶ月ぶりの低水準となる134億ドルに落ち込んだと推定している。そして9月、ロシアから他国への燃料供給量は1日あたり240万バレルで、新型コロナ問題のパンデミックが起きた2020年4月を除いて過去10年間で最低の数字となったと報告している。ウクライナがロシアの石油関連施設に対する攻撃を繰り返すことによって、施設の稼働が止まったり、それによって引き起こされる燃料不足や燃料価格の高騰といったものが産油国ロシアにおいて発生しています。ロシアの全ての地域に燃料不足が発生しているわけではないので、私の発言に対して、いやいやモスクワやサンクトペテルブルグにいる YouTuber らは何の問題もないと報告しているよと、必ずのようにロシア側のプロパガンダに加担するような発言で私を批判する人が現れます。ロシア国内における燃料供給の優先順位は、まず第一に軍、そして大都市、多くの人々に影響を与えないように、そして軍の活動に支障がないように差配されています。ですから、そのように優先的な供給を受けている人々を取り上げて、
問題が発生していないという方が基本的には現状を理解していないと言えるでしょう。そして重要なのは、もう一歩上の段階で状態を見た場合において、ロシアでじゃあ問題が発生しているから世界中で石油価格が高騰したり燃料が不足するかというとそうではありません。むしろ現在国際機関の予測としては、供給量が上回るちょっと余り気味な状態が長く続くことによって、ロシアで何が起こってもさしたる影響は与えないだろうと見られています。これは主に産油国の加盟している OPEC や OPEC プラスの活動として減産をかけていた国々において、やっぱり減産はちょっと減らそうであったり増産しようといったような動きが出ることによって供給量がある程度の水準を維持しているのです。ですから、ウクライナ軍によるロシア領内に対する攻撃が繰り返されることによって、燃料価格が大高騰するんじゃないかみたいな声を上げて、ウクライナの攻撃に批判的な声を上げている人は、全体の状況を知ることが大事でしょう。戦争の長期化に伴って、一日一日で起こる変化といったものは、いきなり劇的な状況の変化を見せているわけではありません。しかし、積み重ねによって起こる出来事というものを見ていくことによって、国力10倍のロシアが10分の1のウクライナに対しても圧倒することができず、その足元が揺らいでいくこの状況の変化といったものを理解することができます。そして過去から現在における変化のその先といったものも予測することが大事でしょう。これは人類の歴史から考えると、大国とそうではない国の戦いにおいても必ずしも大国が勝利するわけではないといった事実があります。例えばベトナム戦争においてもアメリカ軍は猛烈な攻撃を北ベトナム軍に行いましたが、最終的な勝利者は北ベトナムでした。このベトナム戦争においても決して一日一日の戦いだけを見ていては全体の評価を見誤ってしまいます。現在のロシアによるウクライナ侵略においてもこの変化と未来予測に対する情報の更新といったものを忘れないようにしてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルの登録をしていない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして役に立ったな、情報更新ができたなといった方は、ぜひとも動画を見終わった後に評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また私の活動を支えてくれるメンバーやスーパーチャットの検討もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお目にかかりましょう。またね。